多面鏡の世界。不良の世界。彼は不良と呼ばれていた。彼は自分の妻を不良女房と呼び、自分の息子を不良のガキ、娘を不良の助と呼び、自分の両親を不良親父、不良おふくろと呼んでいた。派出所の警察官は不良おまわりと呼ばれ、総理大臣は不良首相と呼ばれ、一般人は不良市民とか不良国民とか呼ばれていた。学校には不良教師と不良学生がいて、繁華街には不良ボーイと不良ガールがいた。書店には不良作家の書いた不良文学が並び、不良文学少年少女たちが立ち読みをしていた。不良失格、不良の証明、限りなく不良に近い不良、不良の森、容疑者 X の不良、100年の不良、不良コード。すべてが不良なら不良と呼ぶ意味ないにもかかわらず、誰もが何でもかんでも不良と呼んでいた。これが不良の世界である。白痴の世界。彼はうまうまと呼ばれていた。彼は自分の妻をうまうまと呼び、自分の息子をうまうま、娘をうまうまと呼び、自分の両親をうまうま、うまうまと呼んでいた。うまうま、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 うまうま。これが白痴の世界である。天才の世界。彼は天才と呼ばれていた。彼は自分の妻を天才の妻と呼び、自分の息子を天才の息子、娘を天才の娘と呼び、自分の両親を天才の父、天才の母と呼んでいた。車を運転すれば天才ドライバーと呼ばれ、事故を起こすとさすが天才は過激だ、などと褒められた。道を歩けば天才歩行者と呼ばれ、転倒するとさすが天才らしい失敗だ、などと感心された。横断歩道で寝ていれば天才睡眠者と呼ばれ、車にひかれて死ぬとさすが天才らしい最後だ、などと喜ばれた。哲学者そっくりですが語った数々の話の中に、有名な非天才の天才がある。私は自分が天才でないことを知っている。私は世間で天才と評判の多くの人たちと会って話をした。すると彼らの誰一人として天才でないことが分かった。ところが彼らは自分が天才でないことが分かっていない。私は考えた。私も彼らも天才ではない。しかし自分が天才でないことを分かっているのは私だけだ。故に私は彼らよりいくらか天才なのだ。そもそも哲学をする人は誰でも天才なので、そっくりですは今でも天才哲学者と呼ばれている。これが天才の世界である。変態の世界。彼は変態と呼ばれていた。彼は自分の妻を変態女と呼び、自分の息子を変態息子、娘を変態娘と呼び、
自分の両親を変態じじい、変態ババアと呼んでいた。ここに変態の定義がある。同性同士が仲良くするのは変態である。ペットの動物と仲良くするのは変態である。人形やぬいぐるみと仲良くするのは非常に変態である。ソーセージを食べるのは変態である。オレンジジュースを飲むのは変態である。カレーライスを食べるのは確実に変態である。壁の穴を覗くのは変態である。双眼鏡を覗くのは変態である。顕微鏡を覗くのは末期的変態である。上記項目のどれにも該当しないものは性的抑圧が強いと判断できるので、最も危険な変態である。これが変態の世界である。狂気の世界。彼は狂犬病と呼ばれていた。彼は自分の妻を未婚の母と呼び、自分の息子を幼妻、娘を幼馴染と呼び、自分の両親をビタミン A、ビタミン B と呼んでいた。彼はナマコに関する研究論文を学術誌に投稿した。ナマコは外敵から攻撃を受けると肛門から内臓器官を排出する。内臓器官は海中で膨張し、敵の身動きを封じる働きがある。ある種のナマコに至っては強い刺激を受けると、体を急激に収縮させ、いくつかの断片に分裂してしまう。この時、ナマコは肛門の内側で水肺呼吸しているため、肛門のない部分の断片は再生する前に呼吸困難により死んでしまう。その他多くの生態学的及び解剖学的事実を列挙した挙句、彼は結論を下す。ナマコは内向的性格であると、さらに言うなら先天的マゾヒストであると。しかしながら投稿先が機械工学の専門雑誌であったため、彼の論文が受理されることはなかった。これが狂気の世界である。